空が青いな。はい、おはようございます。今日は11月の17日月曜日でございます。はい、ということでね、今日も晴天でございます。はい。なんかね、今日は暖かくなるようなこと言ってますんでね、21度、最高気温21度。はい、ということで、今日もね、頑張ってみたいと思います。はい。でね、ちょっとね、最近ね、チャット GPT の話なんですけど、毎日使ってるわけでございますよ。YouTube のね、翻訳とか。で、昨日ですね、普段はちゃんと翻訳してたんですけど、ところどころなんか日本語が混じったり、だーって行をね、翻訳してったら最後のところはね、全部日本語になっちゃってたり、いわゆる不具合が、出たわけでございますよ。で、今日もちょっとね、このスマホのねチャット GPT に、会話で、ちょっと、あれってどういう意味かなみたいな感じで聞いたらですね、なんか適当な言い方をしてきやがったんですよ、あいつ。はい。でAI あるあるで、これのことをハレーションって言うんですけど、ちょっと知ったかぶりしたりですね、知ってるよそれみたいな感じで言ったりですね、あとちゃんと言ったことをやってくれなかったりね、するんですけど、でそういう現象があったんですけど、ちょっと待てよと、人間関係でもね、同じじゃねえかなと思ったわけでございますよ。はい。でチャット GPT、AI なんでね、向こうはですね、全くこちらに対して感情はありません。はい。ところがですね、なんだよお前、この野郎、いい加減なこと言いやがってってこっちは思うわけですよ。はい。ダメだなこいつみたいな感じで思っちゃうわけですよね。はい。ですから、向こうは全く感情ありません。はい。で、これね、人間関係も同じじゃないかなと思うんですよ。はい。なんていうんですかね、相手がですね、いい加減なこと言ってきたり、たまには嘘ついたりすることもあると思うんですけどそれをですね、こちら側がなんかこいつムカつくな、もうなんか相手にしたくねえな、友達になりたくねえななんて思っちゃったりなんかするとですねもうそこで 100% その人間関係はね崩れるわけでございますよ。はい。だから人間関係も AI との、つながりでですね、よく再認識ができるんじゃないかなと思います。結局人間関係が悪い人っていうのはこちら側、自分側、私側がですね、なんかムカつくなとか、なんか嫌だなって思っているから人間関係が悪くなるわけでございますね。はい。ですから対 AI に対しては相手はですね、全くこちらに対して何の感情もありません。はい。ですのでね、今日とか昨日がダメだったとしても、明日は良くなる可能性があるわけです。はい。ですのでね、これ人間関係も一緒だなと思ったわけでございます。はい。言ってる意味わかります？はい。だから要は人間関係が今良くない人、はい。相手が優しくしてくれないとか、声かけてくれないとか、気にかけてくれないとか、喋りかけてくれないとか、思っている人がで悩んでる人が結構いると思うんですけど、それはね 100%、その本人自身に、原因があるんじゃないかなと、そういうふうに考えちゃってるわけですね。この人嫌だな、あの人嫌だな、この人うるさいな、なんかそういうネガティブなね感情を自分で持っちゃうと、周りもそれに気づいて話しかけてくれなくなると
まあそういうお話でございましたということで今日も一日頑張ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。ゲッツはい、それでは毎朝のモーニングルーティーンでございます。今日ね CD 取っていこうかな。 CD これでも同じなのかな。やべよ。レコードこちら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 写真撮っていきたいと思います。それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、ということでね、これね、コピー機のカセットなんですが、最後ね、この部分がここにこう入り込むんですけど、ここが折れちゃったんですね、割れちゃったんですね。で、一応接着して、重曹でね、このように固めたんですが、やはりね、こう開閉部分なんで力が入っちゃうと割れちゃうということで、ちょっとやっぱ補強しないとダメみたいなので、ちょっとこのね、ステンレスの板があるんですけど、これをねあてがって穴開けてね、ここに補強したいと思います。ということで、はい、ということでね、このねステンレスの板を、くり抜きまして、一応ねここにぴったりフィットするように、よいしょ、つけていきたいと思います。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。いやーね、だいぶ暖かくなってまいりましたね。はい、ということで、今日はねこれからまた古民家の方にね、解体に、行ってまいりたいと思います。ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。風が強いですね。はい、じゃあねこのまま、ドローンさせていただきます。ドローンということでね、午後から古民家やってまいりました。はい、ちょっとまたね、業者さん他もいらっしゃいますんで、はい、静かにね、はい、今日もまた引き続き解体やっていきたいと思います。ゲッツ。はい、それではね、今日はねこちらからねぶっ壊していきたいと思いますが、こっちの木枠を取んないとねダメなので、木枠取っていきます。はい、ということでね、今日はですね
前回に引き続きお風呂の方のですね、ブロックをねまず外るために、この脱衣所のね木枠をちょっとね、邪魔なので取っていきたいと思います。はい。ということでやっとここでね、ブロック塀についていた木枠がね取れまして、はい。そしていよいよ外っていきます。まあね、これね、発力をね横に使うっていうのが一番しんどいんですよ。はい。これはねやった人しかねわからないと思うんですけど、真下にね発るというのはね比較的、楽ちんなんでございます。ところがね、はい、横に向かって発るっていうのが一番しんどいということで、はい、発っては柄を、撤去して、発っては柄を撤去してということでね、はい、いよいよね発り終わりましたんで、この手前のね、真柱をね、撤去していこうかなと思っております。はい。そしてこちらがね、梁がありますので、筋交いがございますんでね、これをどうするのかなということで、とりあえず真柱だけカットしていきます。はい。まあこういう時もね、マルチツール結構便利でございますよ。丸ノコだとね、まあ丸ノコまた真横に使うというのも結構、まあ楽っちゃ楽なんですが、何か怖いんですよね。ですのでマルチツールの方がですね、はい、このようにね簡単に切れます。ということで、これ長いんですよ。1本がね何メーターあるのかなこれ、4メーターもっとあるような気がするな。はい。ということでね、真柱をカットしていきます。そうするとね、もう向こう側の部屋と、筒抜けになりますんで、行き来するのも楽でございます。はい。ということで、ここね、土壁あったところ、こちらもね、真柱を撤去していきます。はい。いよいよね次トイレなんですけど、トイレと向こう側のね壁がねなんとなく嫌な感じなんですけど、まあしょうがない仕事なんでね、はい、次回ね、トイレの方をね、便器から外して、壁天井解体していきたいと思います。ということでね、本日の作業内容はこちらとなります。ブロック塀ねぶっ壊しまして、はい、お風呂はこんな感じになりました。でね、こちらも、ぶっ壊しまして、次はねトイレ解体していきたいと思います。はい、ということでね、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はねお風呂のブロック外って、はい、あと、真柱切りました。はい。で次回ねトイレの方をね、解体していきたいと思います。ということでありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。ゲッツゲッツ。